二つの世界、一つの大陸。皇帝ペンギンとアデリーペンギンの物語。地球の南極では、何週間も太陽が昇らず、冷たい風が身を切るような場所でも、生き残るだけでなく繁栄する生き物たちがいます。木はありません。草食動物はいません。誰も見えません。そこにあるのは氷と雪だけ。そして、この過酷な場所を住処として選んだ少数の種族は、住みやすいからではなく、生きる術を知っているからこそ生きているのです。その凍った世界には、賢者のように背が高くて穏やかなペンギンと、飽きることなく歩き続ける子供のように小柄で活発なペンギンの2種類のペンギンが隣り合って存在しています。皇帝ペンギンとアデリーペンギン、2つの異なる物語が南極での生存の叙事詩を描きます。皇帝ペンギン、学名アプテノディーツファステリは、地球上で最も大きなペンギンの一種で、氷の中の静けさを体現した存在です。体高は1メートルを超え、体重は最大40キログラムで、鮮やかな白黒の彫像のようで、防水性、保温性、そしてマイナス50度の寒さにも耐えられる3層の厚いマントを身にまとっています。重々しくもゆったりとした足取りでまっすぐ歩く彼らの姿は、まるで古代の使命を担っているかのように氷の上をゆっくりと移動する極地の修道士のようだ。印象的な外見は、の一部に過ぎません。この鳥が伝説的である理由は、その並外れた生理的能力にあります。彼らは、風や雪に残る指紋のように、独特の音だけで何千もの個体の中から自分のパートナーを見つけることができます。皇帝ペンギンは主に南極のシミ、イカ、いくつかの小さな甲殻類を食べます。彼らはまた、最大500メートルの深さまで潜ることができ、20分以上息を止めて深海にある食料源に近づくことができます。これとは全く対照的なのが、小型で機敏、そしてしばしば、愛らしく混乱するアデリーペンギン、パイゴーシリスアデリエです。体高70センチメートル以下、体重6キログラム以下ですが、いつも元気いっぱいです。彼らはまるで、パトロールして世界を調べているかのように首を高く伸ばして氷の上をよちよちと歩いていた。目立つ特徴である白煙の丸い目は、まるで自分の存在に驚いているかのように常に大きく見開かれています。アデリーは皇帝ほど深く泳ぐことはできませんでしたが、航海の達人でした。巣が岩だらけの集落のように密集しているにもかかわらず、彼らは匂いや鳴き声、
優れた記憶力で混沌とした鳥の海の中からつがいやヒナを認識し、正確に巣に戻ることができます。アデリーペンギンは主にオキアミを食べますが、小魚やイカも食べます。彼らは通常150メートル以下の浅いところに潜り、主に沿岸で群れをなして活動します。アデリーペンギンは、通常、水面近くで狩りをし、魚の群れや大型海洋動物の動きを利用して、より効果的に獲物に近づきます。2つの種、2つの体格、1つは古代の氷山のように頑丈、1つは雪の上の光線のように俊敏だが、どちらも地球上で最も過酷な土地で形成された進化の完璧な産物である。皇帝は沈黙することを選んだ。彼らは数百から数千の群れで生活していますが、邪魔されることはほとんどありません。抱卵していない時は、真冬に聖歌隊が均等に呼吸するように、静かにゆっくりと同期して並んで立って暖を取ります。アデリーは違います。彼らは騒ぎ踊り自粛、積極的で、時にはいたずら好きです。営巣期には、巣を作るために小さな石を運びます。しかし、石が不足している場合、または単に隣人の石の方が美しいとわかる場合、彼らは予告なしにそれを借りることを厭わないのです。南極の雪に覆われた岩の間で、アデリーペンギンがまるで数を数えるかのような小さな音を立てながら、熱心に小さな石を選んでいます。巣作りは、少なくとも彼にとっては真剣な仕事です。それぞれの石は十分に丸く、十分にきれいで、持ち帰る価値があるものでなければなりません。しかし、ほんの数歩先には別の個体がいて、勤勉な鳥が別の石を回収するために向きを変えたとき、日和見主義のハンターは歩み寄り、石の一つを巣から自分のところへ素早く運び、まるで全てが完全に合法であるかのように自然に歩きました。南極では、巣作りは時には軽い競争スポーツとなる。二つの種、二つの生き方。ゆっくりと、しかし深く生きる、修行僧のような種族。素早く華麗に生きる、小さな戦士のような種族。両者とも適応術の専門家であり、彼らのあらゆる動きは進化の驚くべき創意工夫の証です。南極で繁殖することは、軽々しく決断できるものではなく、天候、捕食者、そして体自身の生存限界との賭けである。しかし、皇帝ペンギンもアデリーペンギンも全てをかけました。皇帝ペンギンは、最も厳しい冬が到来する頃に繁殖期に入ります。交尾後、メスは卵を1個産んで去っていきます。そして、餌を探すために海に戻ります。卵を温かく守る役割はオスに課せられ、それは2ヶ月以上もの間、食べず、その位置を離れず、文句を一言も言わない旅の始まりです。
オスは足の裏に卵を抱え、断熱テントのように腹部の毛で覆います。猛吹雪と吹き荒れる風の中、彼らは静かに身を寄せ合い、暖を取りながら奇跡を待ちます。卵が孵化すると、メスが時間通りに戻ってきたら、幼鳥は食嚢に蓄えられた餌を与えられます。そうでない場合、オスは喉から分泌される特別な液体だけを使ってメスを生き延びさせるためにあらゆる手段を講じます。一方、アデリーペンギンは夏に出産するというより、現実的な戦略を選択します。沿岸の氷が溶けると、彼らはすぐに陸地に移動し、高い場所を選んで岩でできた巣を作り始めます。各ペアは2個の卵を産み、オスとメスが交代でそれを温めます。押し合い、叫び声、そして招かれざる岩の侵入の中で、家を無傷のまま保つこと自体が偉業です。アデリーで子供を育てるのも同様に困難です。ヒナ鳥は常に空腹で大きな声で鳴き、その間、親鳥は交代で海に潜って餌を探し、戻ってきてヒナ鳥に一口分の魚を与えます。疲れて着陸したばかりの鳥が、母親に食事を要求するために急かされる光景は、滑稽であると同時に、最も原始的な世話の本能に触れるものです。しかし、楽しさの裏側、水面のすぐ下には危険が待ち受けています。アデリーペンギンは1羽ずつ海に飛び込みました。一つ一つ、決断力を持って、ためらう時間はあまりありませんでした。海は魚がいる場所ですが、ヒョウアザラシが待ち伏せしている場所でもあります。氷の海の下に隠れているので、スピードは必要なく、タイミングだけが必要です。アデリーペンギンが水面に飛び出し、数メートルの深さまで潜った瞬間、アザラシが飛び出してきました。追跡が始まる。ヒョウアザラシにとっては美味しい食事です。ペンギンにとっては、たとえ一度間違った行動をとっただけでも、餌を探しに行くたびに支払う代償は厳しいものとなる。出産の季節や子育ての方法に関係なく、両方の種族は同じ不変の原則を心に抱いています。
それは、子供が羽が生えて、巣を離れるか海に潜れるほど大きくなった時にのみ、親の任務は完了するということです。地平線を覆う白い氷と、一見不変の地面の間では、脅威は下からではなく上からやってきた。灰色の雲が流れ込み、それとともに、ためらうことなく突然襲いかかる能力で知られる日和見主義の捕食者である盗賊カモメの広い翼の影がやってきた。生まれたばかりで、まだ柔らかい羽毛の中で震えている皇帝ペンギンのヒナは、格好の標的です。メスが海で餌探しに忙しい間、オスは風や自分の正確に計画された潜水からメスを守るために一人で立っていなければなりません。盗賊カモメは隙を待たず、パニックを引き起こして群れ全体を動揺させ、突然急降下して小さな命を奪った。今回は赤ちゃんペンギンは前回ほど幸運ではなく、残酷で血生臭いが、生きたまま食べられてしまいました。野生動物の世界では当然のことだ。過酷な野生では、赤ちゃんペンギンが直面する捕食者は盗賊カモメだけではありません。静かに移動する皇帝ペンギンの群れの中で、1羽のヒナが滑ってしまいました。ほんの一拍遅れただけだったが、オオアホウドリにとってはそれがチャンスだった。上から捕食者が急降下し、ヒナ鳥の足をつかみました。子猫は父親の方へ走ろうともがきました。巨大なカモメは羽をばたつかせ、強く引っ張り、離そうとしませんでした。突然、オスが若いメスの前に立ちました。反撃もせず、動くこともせず、ただそこに立ち、冷静に、そして毅然としていた。巨大なアホウドリは立ち止まった。頭を下げて息と遊びながら脇に寄った。悪が常に勝つわけではない。稀に、無関係の人が助けに来ることもあります。皇帝ペンギンのヒナの群れが静かに雪の中を進んでいます。近くに大人はいません。上では巨大なカモメが見守っていました。それは待つ。ヒナ鳥が滑ってしまいました。ほんの一瞬の不注意で、カモメは急降下し、ほんの一瞬の不注意で、カモメは急降下し、足を狙い、次にヒナ鳥の首を掴んで氷の上を引きずりました。しかし、獲物を失いました。群れ全体はすぐに身を寄せ合い、震えながらも逃げようとはしませんでした。彼らは小さな集団になって立ち、自らを守ろうとした。突然、アデリーペンギンが現れました。カモメはヒナたちの前に立ち、カモメと向き合いながら、小さいながらも後退せずに突進しました。カモメはためらった。それは、じっと見つめた後、静かに地平線に向かって飛んでいってしまいました。アデリーは引き返して、ヒナたちを海の方へ連れて行きました。
ここでの生活はそんな感じです。毎日が生き残るための賭けであり、毎回ハッピーエンドがあるわけではありません。そしてある日、若い皇帝クジラたちは、ふわふわの毛皮が滑らかで防水性のある毛皮に変わり、大人になり、氷の端に立って広大な海を眺めていました。先にジャンプします。不器用で水しぶきを上げながら、それは海への最初の一歩であり、生まれた氷の土地への別れでもありました。運が良ければ、数年後に彼らは戻ってきて新たなライフサイクルを始めるでしょう。まだここにいます。まだ氷点下の空です。必ずしも上からつつくわけではない。すべての捕食動物が爪や幅広い翼、鋭い牙を持っているわけではありません。南極には、音は出ないが肉眼では見えない亀裂を残す、もう一つの脅威が潜んでいる。気候変動は、かつて地球上で最も回復力のある場所と考えられていた南極大陸を静かに変えつつある。氷が早く溶けて冬が遅くなると、卵が孵化する前に営巣地が消えてしまいます。食料源はより遠く深く移動しており、ペンギンの餌探しの旅はますます危険になっている。しかし、脅威は気候だけではない。人間も痕跡を残しています。船や航行機器、さらには観光客の足音などからの騒音は、たとえ意図せずとも、ペンギンがヒナを探したり仲間を呼ぶのに使う音響コミュニケーションシステムを妨害するには十分である。プラスチック廃棄物は巣の材料と間違われます。見慣れた足跡は消え、ヒナたちは氷の海に迷い込んでしまった。南極大陸は捨て無人地帯でした。今、それは私たちの痕跡を残しており、時にはそれを消すのが最も難しいのです。ペンギンは何百万年もの間そうしてきたように、生き残り続けています。彼らは世界が変化していることを知らない。しかし、彼らはそれを感じる最初の生き物となるでしょう。残る疑問は、私たちは本当に耳を傾けられるほど静かにしているだろうか、ということです。氷と雪があらゆる生命を葬る地球上で最も寒い土地で、飛べない鳥は今も生き残るために静かに戦っています。牙も武器もありませんが、彼らは毎日、吹雪の中を泳ぎ、凍った海に飛び込み、アザラシやシャチに直面して、氷の上で震える小さな生き物たちに餌を与えます。
これは可愛い話ではありません。これは地球上で最もたくましい鳥の女子誌です。ペンギン、氷の戦士の旅。地球の南の端、永久凍土で時間が止まっているように見え、寒さによりほんの数分で生命が失われる可能性がある、ある種の鳥が静かに奮闘している。空に翼を広げないでください。鋭い爪や牙はありません。しかし、それは存在しており、回復力があり、不屈です。ペンギンは、時速 150km を超える強風、マイナス60度の気温、木々のない白い土地、日陰がなく、退避場所がないという、ほとんどの生き物が避けるような環境で出現する。しかし、彼らは後退しません。季節ごとに、数万羽のペンギンが巨大な群れを作り、南極内陸部の数百キロメートルの奥深くまで移動します。氷の真ん中で、彼らは肩を並べ、体を合わせて集まり、死と戦うための生きた要塞を作りました。世界では彼らをペンギンと呼んでおり、写真や漫画の可愛いシンボルです。しかし、その滑稽な外見の裏には、壮絶なサバイバルストーリーが隠されています。吹雪の中で孵化してから、よちよちと捕食者がいっぱいの海に入るまでの挑戦的な旅。南極にだけ住んではいけません。ペンギンはガラパゴス種と同様、南アメリカ、南アフリカ、ニュージーランド、さらには赤道にも生息しています。それぞれの環境、それぞれの課題は似たような形をしているが、全く異なる人生戦略を持つ個人を作り上げます。氷と雪の真ん中に立つ背の高い皇帝から、火山岩の上で飛び跳ねる小さな個体まで。しかし、変わっていないことが一つあります。それは、私たちの回復力のある本能です。本能が彼らを諦めさせません。極地の冬の光のない暗闇では、本能が道を導きます。本能は彼らを出生地に戻し、風、氷、そして忍耐によって記された古代の生命のサイクルを継続させます。あらゆる生き物が生きるチャンスをかけて戦わなければならないこの世界で、ペンギンは最も困難だが最も美しい道を選択しました。だからこそ、彼らは語られるべきなのです。可愛い物語とは違います。しかし、静かで強烈で感動的な女子誌のように、彼らは地球上の他の鳥とは異なります。飛べない。鳴き声もなし。木の枝に巣を作らないでください。しかし、その違いこそが、ペンギンが他のほとんどの鳥が耐えられない世界に合わせて完璧に設計された、回復力のある生存機械になるのに役立っています。何百万年もの進化の結果、その体は風に乗って滑るのではなく、
水を突き抜けるように形作られてきました。かつて空を象徴していた翼は今では2つの堅固なオルとなり、生きた矢のように海を滑空するのに役立ちます。泳ぐとき、ペンギンは足で動くだけでなく、水中で羽を振って推力を生み出し、信じられないほどの精度で体を動かします。水中では時速 10km 以上の速度に達することができ、ネズミイルチダッシュで水面から跳ね上がり、まるで海の下を飛んでいるかのように急降下します。しかし、氷の真ん中で生き残るためには、スピードだけでは十分ではありません。ペンギンは暖かく保つ必要があり、ペンギンの体はそれを信じられないほど効率的に行うように進化しました。体全体を覆うのは、柔らかい鎧の層のように閉じた、高密度で防水性の毛皮の3層です。皮膚の下には厚い脂肪の層があり、氷点下に近い水中で何時間も泳いでいる場合でも、安定した温度を維持するのに役立ちます。特に、手足への血流を制御する能力があり、体の中心部の熱を保持しながら足や翼が凍らないようにします。彼らの目は氷の下の暗い光に適応しており、薄暗い場所での狩りに役立ちます。また、彼らの呼吸器系のおかげで、500メートルまで潜る際に最長20分間速を止めることができ、これは地球上の他のほとんどの鳥をはるかに上回っています。水中世界はペンギンの主な生息地であり、ペンギンはそこで食事をし、移動し、逃げ、さらにはコミュニケーションをとります。しかし地上に戻ると、私たちがよく見かける愛らしいよちよち歩きには賢い適応が隠されています。彼らの足は幅が広く、爪は強力なので、滑りやすい氷をつかむのに役立ちます。足の筋肉は体の後ろにしっかりと付着しており、ゆっくりとした、しかし安定した特徴的な歩行を生み出します。彼らは一人で生きているわけではありません。ペンギンの中心はコロニーです。彼らは集団で存在し、集団で移動し、冷たい風からお互いを守ります。風が強く吹くと、二人は寄り添って立ち、冷たいものと暖かいものが入れ替わりながら順番に場所を変えていく。命令の声はありません。あるのは調整本能だけです。あるのは合意だけだ。生存が個人ではなく群れに依存する生物学的共同体。世界には18種以上のペンギンがおり、極寒の南極から赤道近くのガラパゴス諸島まで、様々な気候に生息しています。彼らの生活環境は異なりますが、それらはすべて、集団で泳ぎが得意、飛べない集中繁殖、子供に餌を与え、海とバランスをとって生活するという独自の進化モデルを共有しています。皇帝ペンギンはの家族の中で最大で、体高は 1.2 メートル、体重は40キロ近くまで成長することもあります。対照的に、最小種のリトルブルーペンギンは体高わずか約30センチメートルです。体の大きさの違いにもかかわらず、
それらはすべて同様の戦略を採用しており、捕食者、厳しい天候、絶えず変化する環境の中で生きるために最大限に適応しています。彼らは武器を持たない生き物です。しかし、彼らには本能的な記憶があります。暗い海と空を何百キロも航行できる。そう、身体は支配するのではなく、適応するように設計されているのです。したがって、彼らは生き残るだけでなく、自然界で進化が成功した最も完璧な例の一つになりました。冷たい海の穏やかな水面の下には、全く別の世界が広がっています。時間が縮まり、あらゆる動作が生と死に結びつく世界。ペンギンにとって海は単なる餌場ではありません。それは本当の戦場です。彼らは狼のように群れで狩りをしません。猫のように待ち伏せしないでください。彼らはスピード、敏捷性、そしてナビゲーションの本能に完全に依存しています。主な獲物は小魚、イカ、プランクトンで、群れ全体を養うのに十分な栄養を持っています。そしてペンギンを捕まえるためには、ペンギンは完璧に、深く、速く、正確に潜水しなければなりません。大人のペンギンは最大200メートルまで潜ることができ、皇帝ペンギンなどの一部の個体は、特殊な条件下では500メートル以上まで潜ることができます。彼らは平均6から10分間息を止めており、その特殊な呼吸構造のおかげで、体内の酸素の最大 90% を使用することができ、これは人間の酸素をはるかに上回ります。彼らは速く泳ぐだけでなく、非常に正確です。水に慣れた目で魚の動きを正確に捉えます。くちばしの端にあるセンサーのヒゲは、水流のわずかな変動を感知するのに役立ちます。彼らは駆け上がり、横を向き、回転します。まるで冷たい黒い海に飛び込むダンサーのようです。しかし、その世界では彼らは支配者ではありません。水中ではペンギンが獲物になります。南極ペンギンの最大の敵は氷アザラシです。柔軟な体、恐ろしい顎、そして非常に危険な待ち伏せ能力を持つ氷アザラシは、まさに夢中になれる動物です。ペンギンが時を待つためによく潜る場所の近くの氷の下に隠れています。標的に一発当てれば終わりだ。多くは深く引き込まれ、骨が折れるまで揺さぶられ、その後赤い水の中で引き裂かれた。アザラシに加えて、ペンギンは高度な戦術を持つ捕食者であるシャチにも直面します。彼らは単独で狩りをするのではなく、グループを作って狩りをします。鳥が滑り落ちると、群れ全体が連携して攻撃し、逃げる機会を与えません。
地上でも安全です。卵やヒナは海賊鳥や巨大カモメの標的になります。親が数分間離れると、すぐに危険が空から現れます。これらすべてにより、ペンギンは独自の生存戦略を開発する必要があります。氷から海に移動するとき、彼らは個別に移動しません。集団で集まり、氷が滑りにくい場所を選び、同時に飛び降りて妨害をするため、捕食者がターゲットを選びにくくなります。水中では常に深さが変化し、まっすぐに泳ぐことはなく、危険を感じると強いジャンプで水中から飛び出して逃げます。何十キロも離れたところを泳ぐたびに、深く潜るたびにトレードオフが発生します。戻るかもしれないし、戻らないかもしれない。しかし、彼らはまだ生きます。若者のために家に持ち帰る食べ物がなければならないからです。命を危険にさらさなければ、群れ全体が飢えてしまうからです。慰めの言葉も約束された希望もありませんでした。本能のみが原動力となり、沈黙の意志が動きます。彼らは文句を言わなかった。彼らは、まるでダイビングのたびに命がかかっているかのように、毎日毎日そのような行動を繰り返します。樹木も緑もなく、生命の音もない、地球上で最も寒い土地の真ん中で、氷の上には今も規則正しい足音が刻まれています。最強種ではない。最も賢い種族ではない。しかし、何百万年もの進化を経て存在してきた、小さく、静かで、永続的な生き物です。ペンギンはライオンのように吠えたり、ワシのように空を滑空したり、狼のように集団で狩りをしたりしません。彼らはよちよちと転んで、そして起き上がります。彼らは分厚い氷の中を滑り、吹雪の中で倒れ、それでも旅を続けました。彼らは厳しい風と飢えの中で生まれ、危険の中で成長し、生命を取り戻すために冷たい海を泳ぎ渡ります。彼らは一人ではありません。各ペンギンのコロニーには、何千ものペンギンがお互いのために生きています。ぬくもりを分かち合いましょう。若者を守ってください。大体の暴風。言語は必要ありません。連帯への本能だけです。集団は単一の生命体のようなものです。間違いの許されない世界で生き残るための絶対的な決意の象徴。しかし、彼らが直面している最大の課題は、自然から来るものではありません。地球は変化しています。これまでのどの時間よりも高速です。氷が溶けてきています。魚が減ってきています。ペンギンの胃の中にはプラスチック廃棄物が存在する。旅はますます長く、より困難になっています。そして全員が戻ってくるわけではありません。
何千キロも離れたところに住む人類は、その雪の世界にどの捕食動物よりも深く足跡を残しています。私たちが変わらなければ、ペンギンの女子誌は止まってしまうかもしれません。衰弱のためではなく、書き続けるスペースがなくなったからです。しかし、まだ希望はあります。人間が過去を振り返る方法を知ったとき、小さな生き物の存在が他の種と同じくらい貴重であると理解したとき、ペンギンのコロニーが再び冬を乗り越えるとき、地球にはまだチャンスがあります。なぜなら、人生は必ずしも強さや方向によって表現されるわけではないからです。時々、それは風と雪の中で、小さな安定した足音だけです。海を見上げた様子です。それは、すべてを乗り越え、ただもう一日だけ存在し続けるための静かな勇気です。